はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道富良野市にありますスキー場についてです。皆さん、富良野スキー場行ったことありますか？富良野スキー場は以前紹介しました北の峰ゾーンと今回紹介します富良野ゾーンに分かれていまして、28コース滑り倒すことができるんです。特に富良野ゾーンの営業期間は11月下旬から5月上旬まで滑ることができます。そんな第二のニセコと言われている北海道を代表するスキー場である富良野スキー場の富良野ゾーンを紹介したいと思います。 4K 映像かつ20言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。はい、今回は富良野市内の国道38号線から動画をスタートしたいと思います。右側には富良野市の人気ラーメン店でありますラーメンシナトラがあります。右側には富良野のお土産を買ったり地元食材を使ったフードメニューが食べられるお店がある富良野マルシェがあります。国道38号線を滝川市方面に走行していきますと、目の前に以前紹介しました富良野スキー場北の峰ゾーンが見えてきます。富良野スキー場は北の峰ゾーンと富良野ゾーンがありますが、一度に両方まとめて紹介した場合動画の時間が長くなってしまうため、今回は富良野ゾーンのみの動画になっています。以前北の峰ゾーンの動画も作成しておりますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。北の峰エリアは今第二のニセコと言われていまして、外資系の投資が活発です。スタイリッシュなコンドミニアムなどもどんどん建設されています。この T 字路をまっすぐ行きますと北の峰ゾーンですが、今回は富良野ゾーンの紹介ですので左に曲がります。富良野スキー場は旭川空港から約46キロ、車で約60分、新千歳空港からは約130キロ、車で2時間半くらいで行くことができます。 JR 富良野駅からは今回紹介します富良野スキー場富良野ゾーンは約6キロ、車で15分くらいで行くことができます。また富良野駅前ではレンタカー、レンタルバイク、レンタルサイクルのお店があります。ただコロナウイルス感染症の影響や季節などの問題で営業していない場合もありますので、電話でお問い合わせいただければと思います。この T 字路をまっすぐ行って700メートル先を左に行きますと、富良野の人気観光地であります富良野チーズ工房があります。ただ今回は富良野スキー場の富良野ゾーンの紹介ですので右に曲がりました。右側にはユーマという乗馬ができる施設があります。冬はこちらで犬ぞりもできるようです。しばらく森の中を進んでいきますと立派な建物が見えてきましたが、こちらは新富良野プリンスホテルです。ホテルが見えれば富良野スキー場はもうすぐです。はい、富良野スキー場富良野ゾーンに到着しました。富良野スキー場富良野ゾーンにはラーメン屋と無料休憩所がある建物、リフト券、レンタルコーナーがあります富良野ロープウェイ乗り場、奥には新富良野プリンスホテルがありました。リフト券は富良野ゾーンでは富良野ロープウェイ乗り場と新富良野プリンスホテル内で購入することができます。リフト料金は初滑りと春スキーの期間であります12月上旬までと3月下旬から5月上旬までのシーズンと、それ以外の12月中旬から3月下旬までのレギュラー料金に分かれています。赤色の枠で示しましたリフト1日券の料金は中学生以上の大人と65歳以上のシニアで料金が異なっています。リフトプラスワンは富良野スキー場のウェブサイトからクーポンを持参するとリフト券と温泉入浴券などがセットされた料金が割引されるようです。新富良野プリンスホテルの温泉を宿泊者以外が利用しますと1540円かかりますので、リフト券にプラス300円で温泉に入れるのはかなりお得だと思いました。またこのスキー場は小学生以下はなんと無料なんです。富良野スキー場太っ腹ですよね。それ以外に19歳の方も
年末年始以外が無料ですし、20歳の方も平日が無料だそうです。こちらに記載していないリフト料金もありますので、詳しくは富良野スキー場のウェブサイトをご確認いただければと思います。富良野ゾーンにありますスキー、スノーボードなどのレンタルショップは富良野ロープウェイ乗り場と新富良野プリンスホテルの中にありました。これらのお店はどちらも系列店で、北の峰ゾーンにも同じ系列店がありました。系列店で借りたレンタル品を別の系列店で返すことができます。こちらのお店ではプレミアムスキー、スノーボードセットがあり、レンタル品では味わうことができないモデルをレンタルすることができるようです。富良野スキー場にあるスキースクールはこれ以外のスクールもあります。木村君のスキースクールは日本語のみの対応です。またパンダルマンキッズスクールは日本語以外に英語、中国語に対応しているそうです。そして富良野スノースクールは外国人向けの英語対応レッスンだそうです。ただコロナウイルス感染症の影響などでレッスンをしていない可能性もありますので、事前にご確認いただければと思います。ここで富良野スキー場のコースについて紹介したいと思います。コースは全部で28コースあり、北の峰ゾーンと富良野ゾーンに分かれています。北の峰ゾーンがオープンしています12月下旬から3月下旬くらいまでは連絡リフトによってどちらのゾーンにも行くことができます。また北の峰ゾーンのみスノースクートを使用できるようです。今回紹介します富良野ゾーンはコースが14コースあります。ただ富良野ゾーンに記載があります連絡コースは北の峰ゾーンがクローズしましたら滑走できませんので、実質は13コースだと思います。標高はトップが 1074m、 ベースが 323m で、標高差は約 750m です。最大湿度は31度で、最長滑走距離は約 3500m です。リフトはロープウェイとクワッドリフト、そしてペアリフトが3機ありました。ピンク色の矢印に記載してあります数字の場所は後で紹介しますが、スキー場管理区域外アクセスポイントというバックカントリーをする場合のアクセスポイントになっています。はい、それでは富良野ロープウェイに乗ろうと思います。運行間隔は10分ですが、混んでいる日は1回で乗車できない場合もあるかと思います。私が乗車した時はかなり空いておりましたので、並ばずに乗車することができました。富良野ロープウェイは全長が 2330m です。この動画を撮影した日は2022年2月後半の晴れた日と雪の日の2日間で撮影しております。私は富良野スキー場に毎年滑りに来るのですが、かなり混んでいる印象でした。旭川周辺のスキー場の中で外国人の割合が多いスキー場ですので、特にインバウンドの影響があると感じました。これだけの施設があるスキー場ですので、外国人が来なくなってしまいますとかなり困るのではないかなと思いました。やっぱりロープウェイは速いですね。このロープウェイの速度は秒速 10m、 時速に換算しますと36キロですので、ペアリフトの約4倍、クワッドリフトの約2倍ですので、かなり速いですね。左に見えるのが富良野ダウンヒル第1高速リフトです。ロープウェイが混んでいる時はこのリフトとペアリフトを乗り継いで山頂まで行くことができます。ただ時期によってこのリフトを運転していない場合があります。右下に見えるリフトはダウンヒル第2ロマンスリフトです。素晴らしい景色を見ていましたら、乗車時間5分ぐらいで富良野ロープウェイ降車口に到着しました。これから富良野ロープウェイ降車口から出口に向かいたいと思います。富良野ロープウェイ降車口には自動販売機や椅子が置いてあったりしまして、休憩することもできます。いやー、素晴らしい景色ですね。真っ白な雪と真っ青な空がすごく綺麗でした。こちらのコースは A1 コースです。このコースは全長が 850m、 最大斜度21度の中級コースです。私が滑った時には誰も滑っていませんでしたが、この辺りはバーも広く滑りやすかったです。この辺りでコースは同じですが分岐しています。
再度ここで合流します。また左側を滑っていきますと、ダウンヒル第2ロマンスリフトに乗ることができます。フラノロープウェイ降車口から奥に見えますダウンヒル第3ロマンスリフトに乗ろうと思います。このリフトは全長が567メートルで乗車時間は5分ぐらいだそうです。私がリフトに乗ったタイミングでは何人かリフト待ちの方がいました。本当に空が真っ青で綺麗ですね。 E1 コースと E2 コースの間は宮圧接エリアになっています。ただ私がこのリフトに乗った時間は午前11時ぐらいでしたので、結構滑られていました。早い時間から滑りたかったですね。寝坊してしまったのが悔やまれます。後ろを振り返りますと、奥にフラノの街が綺麗に見えました。フラノ市の人口は約2万人ですが、もっと大きな都市に見えますよね。雲がない日であれば、その奥に十勝岳連峰の山々も見えるんです。乗車時間5分ぐらいでリフトの降車です。無事にリフトに降りれました。こちらのコースは E2 コースです。このコースは全長が620メートル、最大斜度31度の中級コースです。スキーヤーが右の方に行ってしまいましたが、気軽に新雪を楽しめるコースだと思います。左側が圧雪バーン、右側が未圧雪エリアになっていますので、好きなバーンを滑ってほしいです。かなりの急斜面ですので、スピードをコントロールして滑走してほしいです。このコースは標高が高いので、フラノスキー場のコースの中でもコンディションが良いコースだと思います。私は再度ダウンヒル第3ロマンスリフトに乗りました。こちらのコースは E1 コースです。このコースは全長が430メートル、最大斜度25度の上級コースです。ただ私の感覚的には先ほど紹介しました E2 コースよりも最大斜度も急な感覚はありました。この辺りからかなりの急斜面になります。左側の未圧雪エリアは降雪がなかった日はコブになっていますので、滑りにくいかと思います。そのまま滑っていきますと、この先 E2 コースと合流します。今度は同じ E1 コースですが、スリーランをしてみました。比較的木と木の間もありますので、スリーランを滑り慣れていない方でも上級者であれば気持ちよくパウダースノーを滑っていけるのではないかなと思いました。もっと気温が低い日の新雪を滑ったらもっと楽しかったんじゃないかなと思いました。ダウンヒル第3ロマンスリフトの降車口からすぐ場所にスキー場管理区域外アクセスポイントがあります。今見えましたアクセスポイントは右上のコースマップでピンク色の枠で囲んだ一番のアクセスポイントです。このアクセスポイントから赤の点線の枠で囲んだエリアのバックカントリーをすることができます。このアクセスポイントより先はスキー場ではありません。ここから滑る場合は必ず登山届を近くのパトロール詰め所に提出してください。また赤枠で囲んだビーコン、携帯の予備バッテリー、ショベル、地図、非常食などを準備しておいてください。遭難した場合は救助費用が全額自己負担になるようです。もし遭難してしまった場合は黄色の枠で囲んだ緊急連絡先に電話してください。アクセスポイント1から赤の点線エリアのバックカントリーを滑るためにはトラバースしなければなりません。他の人が滑った後を滑って途中バランスを崩して止まらないように気をつけてほしい
ばらくトラバースしていくと広いバーンが見えてきます。この辺りから滑っていただければと思います。私が滑った日は2022年2月後半でしたが、昼頃には気温がプラスになってしまい新雪はあったのですが、雪が緩んでしまっていて重いパウダーでした。前半部分は木も少なく斜面も急なので、軽い新雪があれば気持ちよく滑れると思いました。私が撮影した時には誰も滑っている人がいませんでしたので、雪面を映している状態でした。ここはコースルートがわからない方はコースがわかる方と一緒に滑った方が良いと思いました。後半部分は斜度が緩くなり、しかも木が増えていますので、一回転んだり止まったりしてしまいますとなかなか脱出できないかと思います。私は他の方が滑った跡が多いルートで滑っていきました。一本道になっていましたので、それ以降はこの道を滑っていきました。しばらく滑っていきますとダムのような建物が見えてきます。ここで板を外して左から登ってまた一本道を滑っていきます。しばらく進んでいきますと C1 コースと合流することができます。こちらのリフトはプリンスロマンスリフトです。このリフトはリフトの長さが601メートルで、リフトの速度がかなり遅かったので、多分乗車時間は10分くらいだと思います。このリフトは初級者用になっていまして、リフトに初めて乗ろうと思っている初心者の方でも非常に乗りやすいリフトだと思いました。逆に上級者だとリフトのスピードが遅いので、富良野ロープウェイもしくは富良野ダウンヒル第一高速リフトに乗った方が良いと思いました。またこのリフトはナイター営業している時期には19時半まで営業しているようです。右に見えるコースは今回私は滑っていませんが、最大斜度20度の中級コースであります C2 コースです。このコースも含め富良野スキー場には28コースもありますので、1日で全てのコースを滑り倒すのは無理だと思いました。リフトの降車ですが、初心者の方は気をつけて降車してください。リフトを降りて右に行きますと C2 コースと B2 コースを滑ることができます。私は今回 B2 コースを滑りました。 B2 コースは全長が660メートル、最大斜度18度の初級コースです。このコースは斜面は比較的緩いですが、コース幅が狭いと思いました。このコースを進んでいきますと富良野ロープウェイ方面に行くことができます。こちらのリフトは富良野ダウンヒル第一高速リフトです。このリフトの長さは1944メートルで、乗車時間は8分ぐらいだそうです。ゴンドラやロープウェイを除くリフトの長さでは日本でもトップレベルの長さだそうです。このリフトはフード付きなので、寒い日でも乗っている間すごく暖かいです。途中 B1 コースが見えます。リフトの降車ですが、クワッドリフトは乗っている時はスピードが速いのですが、リフトの降車時はゆっくりになりますので、勢いをつけて降りれないので意外に転びやすいかもしれません。なんとか無事に降車できました。こちらのコースは B1 コースです。このコースは全長が1410メートル、最大斜度25度の初級コースです。私はダウンヒル第2ロマンスリフトに向かいましたので、最初の部分だけ紹介しています。
B1 コースにつきましては後で紹介します。こちらのリフトはダウンヒル第2ロマンスリフトです。このリフトの長さが786メートルで乗車時間は6分ぐらいだそうです。右に見えるコースは最大斜度26度の初級コースであります D1 コースです。毎年初滑り期間や4月以降はこのコースがメインコースになります。程よい斜度で滑りやすいと思います。リフトしたあたりもパウダーが結構ありますので滑ったら楽しそうです。ただ途中で左にそれないと上りがありますので気をつけてほしいです。横に見える建物は後で紹介しますレストランダウンヒルです。はい、リフトの降車です。ここは平らなので転びにくいと思いました。富良野ロープウェイ降車口の横にありますレストランダウンヒルです。この建物はログハウスですので温かみがある雰囲気のレストランだと思います。メニューはフード、ドリンク、デザートまでありました。個人的には雪だるま2色カレー1300円やスープカレー1300円、おしるこ600円、ハニートースト1000円、ホットワイン700円などが食べたいと思いました。こちらのコースは D2 コースです。このコースは全長が510メートル、最大斜度23度の初級コースです。右側を滑りますと D1 コースになります。北の峰ゾーン方面に行くことができる連絡コース方面に向かって滑っていきます。ここでまっすぐ行くと連絡コース、右に行くと D2 コースです。私はこの時北の峰ゾーンに向かっていましたのでまっすぐ滑っていきました。連絡リフトの降車口から A3 コースに向かいました。今滑っているコースが D3 コースです。ここで A4 コースと分岐します。その後左寄りに滑っていきますと A3 コースに行くことができます。 A3 コースは全長が 1770m、 最大斜度30度の上級コースです。滑り始めはコース幅が狭いのでほぼ直下校で滑っていきます。この辺りからコース幅が広くなりました。コースの前半部分は2アセスになっています。ただ私が滑った時にはバーンが荒れていまして滑りにくかったです。新雪がたくさん降った次の日は気持ちよくパウダーを楽しめると思いました。この辺りから圧雪されていました。ほとんど滑っている人がいませんでしたので穴場のコースだと思いました。このコースを滑っていきますと最終的に富良野ロープウェイ方面に行くことができます。先ほども少し紹介しましたが B1 コースは全長が 1410m、 最大斜度25度の初級コースです。このコースは富良野ゾーンではメインコースになると思います。初級コースとなっていますが斜面が急なところもありますので初級者には結構難しいと思います。このコースには人工降雪機がありました。雪が少ない時期にはこの人工降雪機を使って雪を増やしています。ですので天然雪と違い雪が硬いので天然雪だけのコースに比べますと雪質の差を感じるかと思います。私がこのコースを滑った時はかなりバーンが荒れていましたので滑りにくかったです。
のようなバーンだと初級者にはかなり難しいかと思います。左に進むと C2 並びに B2 コース、右に進むと C1 コースです。私は C1 コース方面に滑っていきました。こちらのコースは C1 コースです。このコースは全長が 700m、 最大斜度19度の初級コースです。初級者用のプリンスロマンスリフトに乗れるようになりましたら、このコースを練習してほしいと思います。この辺りは少し斜面が急ですので、初級者には難しいかもしれません。その後は緩い斜面が最後まで続いていきます。新富良野プリンスホテルを右前方に見ながら気持ちよく滑れると思います。右側には初心者レッスンゾーン、スノーエスカレーターがありました。初心者の方はここで練習していただいて、リフトに乗れるようになってほしいです。このコースを滑っていきますと、プリンスロマンスリフトに乗ることができます。富良野ロープウェイの隣の建物にはラーメンレストランと無料休憩所があります。このラーメンレストランではさまざまなラーメンやラーメンセットのメニューがありました。個人的には味噌野菜ラーメン1100円を食べてみたいと思いました。2階は無料休憩所になっています。こちらのポテトギャングというお店は富良野ロープウェイの建物近くにあります。この店のポテトは北海道産のじゃがいもを使用していました。リフト券の保証金500円をデポジットせずに、こちらでチェダーチーズポテト550円と交換することができます。ただ差額で違うメニューを買うことはできません。私は先ほど紹介しました無料休憩所でポテトギャングで購入しましたチェダーチーズポテト550円と富良野牛乳ココア350円を買って食べました。チェダーチーズポテトはじゃがいもの甘みとチーズがマッチしていまして美味しかったですし、ココアも富良野牛乳の濃厚な味のココアが美味しかったので、どちらもおすすめだと思いました。新富良野プリンスホテル内にもレストランがあります。ランチは12階のレストランとホテル内ではありませんが、敷地内にありますルコロアで食べることができます。午後2時から4時の間は12階のトップオブ富良野で食事することができます。ルゴロアは予約が必要なようです。12階のレストランでは上富良野町のブランド豚であります上富良野ポークを使用した料理などを食べることができます。新富良野プリンスホテル内には様々な施設がありますが、スキーやスノーボードの帰りに富良野ドラマ館やミングルテラスにぜひ寄ってほしいと思います。北の国からが好きな方はミングルテラスの中に北の国から資料館がありますし、富良野ドラマ館では北の国からのお土産を買うことができます。それ以外の方でもミングルテラスでいろいろな工芸品を見たり購入したりすることができますので、楽しめると思います。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道富良野市にあります富良野スキー場は、今回紹介しました富良野ゾーンと北の峰ゾーンの2つのエリアに変化に富んだ28コースを楽しむことができる大のニセコと呼ばれるほど世界から注目されているスノーリゾートです。富良野ゾーンは11月下旬から5月上旬までのロングシーズン営業しています。アクセスにおきましても旭川空港から約46キロ、車で60分、新千歳空港から約130キロ、車で2時間半、そして JR 富良野駅からは今回紹介しました富良野ゾーンまでは6キロしか離れていないアクセスも良いスキー場だと思います。富良野スキー場には外国語対応のスタッフも多いですので、外国人が日本語を話せなくても不自由を感じないでスキー、スノーボードを楽しむことができるんです。アフタースキーにおきましても富良野の中心部が近いですので、買い物を楽しんだり美味しいレストランで食べることができるので、人気があるのもうなずけるかと思います。そして小学生や19歳は無料で楽しめるという太っ腹のところもあっぱれなスキー場じゃないかなと思います。ぜひ一度富良野のスキー場で冬を満喫してみてはいかがでしょうか。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。富良野はラベンダーだけじゃない。